Okay, so today we are going to talk about the definition of the word relief. Let's get started. はい、こんにちは。ライフソウルデザイナーやすよです。今日も純子さんとお届けします。今日のトピックは、本当の意味での安心感というテーマでお話しいたします。なんでこの安心感っていうのを今日ワードに出したかっていうと、今安心感を得れてる人の方が少ないんじゃないのかなと感じていて、このこと、安心感ってすごく人間が生きる上でかなり大事なんですね。そうですよね。そう、安心してないと次のことが思い浮かべられないんだよね。安心感があるから自分のなんかチャレンジとか夢とか描けるし、その安心感があるから人を大切にしたりとか、いろいろ丁寧にしたりとかできるんだけど、安心なくしてはそうはいかないよね。余裕がないから。そうですね。余裕ないですね。なのでそこはじゃあこんな状況下の中で、どうやって安心感得ればいいのって思ってる人って多いのかな。純子さんどうですか？私もやっぱり不安とかありますよね。あるよね。ま私も全くないんですかって言われたら、そんなことはないけど、でも安心感の方がやっぱ強いんですね。状況は実は安心感とあまり関係ないんだよね。そう。でもみんなほら、外の状況と安心感ってすごい関係あるような気がしちゃうじゃない？気がしちゃいますね。だから何もないときは、でも、どうですか？何にもなくてもなんか不安になることってない？それもあります。例えば今年はみんながほら、これから先どうなるかわからないっていう目に見えないものに対する恐れとか不安とかあるけど、じゃあ去年とか一昨年とか、まだこういう目に見えないどうなるかわからないものがなかった時でも、じゃあ完全なる安心感を手に入れてましたかって言われたらどうだろうね。それはずっとあったんだと思うんですね、自分の中にね。その恐れとか不安とか。それが浮き彫りにされたような感覚が。もともとあったものがさらに強く前に自分の内側から出てきてるっていう感覚でいいのかな？そう。増長されたってことだよね。そうですね。はい。ってことは、今回のこの出来事がその不安を作ったのではなく、もともと自分の中にあった不安感が浮き彫りになったっていうことだから、そうすると自分の内側に実はヒントが隠されているっていうか、原因がそこにあるんじゃないかっていうことなんだよね。それは原因も自分の中にあるし、それをなんか解決していくヒントも自分の中にあるっていうような感覚ですね。そうです。どちらかというと、外で起こってる現象っていうのは、今回のパンデミック関係なく、コントロールできないものなんですよね、外で起こってる出来事って。はい。例えば、なんだろう。なんだろうな。何がいいだろうな。なんかうまくいくなと思ってたけど、全然うまくいかなかったり、自分は仕事ただやってるだけなのに、会社がなんかなくなったりとかさ。そういうのって自分と関係なかったりするじゃない？一見。そうですね。外側の要因は自分がまさに何もコントロールできないものだから、そこに安心感を抱いたり、不安感を抱くってすごい大変なんですよね。外に振り回され続ける自分がいるからね、それだと。条件付きになるっていうことですね。例えば何かを得たら、今度人は何かを失うのを怖くなるから、はい。
パートナーを得たら今度パートナー失ったらどうしようって思っちゃうし、うんうん。うんうん。なんかそんなもんなんですよ。何かやっぱり得ると、失うことへの恐れが強くなっちゃって、今うんうん。度また得てるのに不安を抱くってことになっちゃうんだよね。パートナーシップもやっぱりうん。いない状態で自分の幸せを自分うん。で持つことができないと、やっぱりこうん。の執着して失わないように怖くなっちゃっうん。たりすると、そうするとやっぱこの関係性が逆にうまくいかないっていうか、ギクシャクしたりとか。そう。やっぱりそこうん。に不自然な執着みたいなエネルギーが入り込んでくるので、うん。そのエネルギーは不自然な、執着ってすごい不自然なエネルギーなんだよね。うんうんうん。うん。自然ではない。自然というのは自由であり、すべうん。てをなんていうのかな、自由にさせとくっていう状態が自由な状態で自然な状態なんだけど、うんうん。不自然な状態はやっぱり自分のとこに留めたいとか、うん。独り占めしたいとか、うん。なんかなくならないでほしいみたいな。うんうん。その不自然なエネルギーになっちゃうと関係性も不自然になっちゃうんですよ、どうしても。うんうんうん。うんうん。だから、安心感もやっぱりそこにつながっていて、安心してるっていうのは、だから外の要因で得れるものじゃないってことを分かると、本当の意味での安心が手に入るよねっていうことなんですよね。うん。で、そうですね。一番人間が苦しいのはね、やっぱり執着なんですよ。うんうん。うんうん。うん。やっぱり、例えばお金なくなったら怖いっていうのも執着だし、ね、おうん。金が減るのも怖い。それやっぱお金が自分から離れていくのはやっぱ怖いから、うん。そういう意味で不安になったり、恐れが出てきちゃうのも執着から生まれる気持ちだし、あうん。の、何でもそうでね、財産とか自分の持ってる、今住んでる家とか、はい。失ったら怖いみたいな、はい。あるじゃない。はい。うん。そうすると、自分の状態がどん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 不自然になってくるから、流れも不自然な方にね、やっぱ流れていくっていう、まあ、よく私たちが話してる法則みたいな、エネルギーの法則みたいなもので、うん。外が要因なのか、自分の中が要因なのかって、本当にこれってどっちが始まりでどっちがっていうのは、よくみんなが考えることだと思うんだけど、うん。結局、外がどんどん自分が望んでない状態になってきた時に、さらに輪をかけて自分の内側でそれに不安や恐れを抱くと、またその不安や恐れが戻ってきて、で、また不安になってみたいな感じでぐる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 、そうですね。まあこれ負のスパイラルじゃないけど、起こ自るよね。分の中で増幅するような感うん。じがありますね。そうなんです。そうするとだんだん、なんて言えばいいんだろう。焦りも出てくるし、うん。なんかパニックみたくなってきちゃうよね。うんうんうん。うんうんうん。だから今そういう風になりやすい今、状態なんですよ、世界的に見ても。うん。うん。なので、外はあまり思わしくない今状況になってるでしょ。はい。東京でもどんどん増えてそきてるうですね。し、はい。ね、世界はもっと大変なことになってるし、うんうん。決してこれは、じゃあ、すごく安心を得れるような状況ではないってことなんだけど、うん。じゃあ自分の中で本当の安心感を手に入れるしかないんだよね。うん。うん。これどういうことが純子ちゃんにとって安心感ですか？どういうこと？うん。なんか安よく、心感ってすごい難しいよね。そう、最悪何にもなくなっても、お金も全部なうん、くなっても大丈夫なんだうん、よみたいなうん、見聞きしたりするんですけど、うん。どう本当にと思う？どう大丈夫なんだろうっていう。でも税金のね、請求書とか来るんでしょ、どうせっていう。でも、そう思う方が、そっちに思う人の方が多いよね、絶対ね。なんうん、か、そうですね、もう生活できなくなって、例えばじゃあ、
幸いなことに、両親とも健在なので、実家に帰るとかうん。ところで、うん。でっていう。ああ。いや、でもさ、例えばだよ、今の話で言うと、うん。自分が作り上げてきた人間関係の中で、自分がピンチになった時に、うん。受け入れてくれる存在がいるっていうことは、まず安心感ですよね。そうですね。うんうん。で、それにまず感謝するっていうか、うんうん。そういう存在がいてくれる、すごいありがたいなって感謝して、で、確かに。そこでもう一度仕切り直すことができるんだよね。はい。うん。戻ったところでどうすんのとかいうよりも、うんうん。戻れる場所があって、うん。その状態でもう一度自分をこう仕切り直そうって思えるような環境が自分の中にもうそもそもあるから大丈夫っていうことなんです、まずは。うん。うんうん。なので、そうだね、やっぱりこれからの時代って、自分がどれだけ所有してるかっていうより、その安心できる存在とか、仲間とか、うん。そのパートナーシップとか、そういう人の財っていうか、そういうのがすごい重要になってくるかもしれないよね。そうですね。うーん。親だから当たり前と思ったけど、当たり前でもないですよね。当たり前ではないですよ、全然。だってうん。もう、私のクライアントさんとか両親亡くなってる方結構いるし、うんうんうん。身内とかあまりいない人もいたりとかね。うん。まあ、もしくはいても、すごい不仲な状態で、うんうん。戻るのは苦しいっていうか、うん。辛いっていう人もいればさ、うんうん、うんうん。いろいろいますけど、だから当たり前ではないです。うん。うん。じゃ、まずそこになので、感謝うん、するところからかな？そう、まずそこはすごい大事だし、あうん。とは、ま、よく言ってる、本当の意味での安心感っていうのは、うん。何があっても絶対自分は大丈夫だって言える自分の安心感なんだよね、本当のことはね。うん。うんうん。だから、人間って結局一番不安なのって多分、ま、みんな共通しているけど、死んだらどうしようってやっぱ怖いと思うんですよ。はい。うん。だからこう、連鎖していくんだけど、お金がなくなったら、食べられなくなる、家がなくなるってことは、死んじゃうよねみたいな、なんていうの、そこに関連されてるんだよね、大体。うん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 。うん。一人ぼっちになる、孤独になる、孤独死するみたいなね、はい。例えば。はい。うん。そこがすごい強いんだけど、あの、自分が本当に大丈夫だって本当に思えたら、絶対大丈夫なエネルギーの状態なので、必ずそういう目に見えない助けみたいなのが、もう間違いなく来るようになってるんですよね。なぜなら、エネルギーの法則だから。うーん、じゃ、うん。それはうん。スタートとしては、まずは何があっても自分は大丈夫と信うん。じることっていうことですかね？これがだからよく私が言う、人間って目に見えるものに安心感を得たいわけでしょ。例えばお金とか、うんうん例えばう住まいとか、ん。はいはい。パートナーとか、そうでうん。すね。ね、目に見えうん。るものがあれば安心だみたいな風に思ってるけど、それが実は幻っていうか幻想で、うん。だって今度それがなくなったらじゃあ不安になっちゃうわけだから。うん。うん。ってことは本当の意味で、今日はほら、本当の意味での安心感っていうテーマなので、はい。なくなったら不安になるものっていうのは安心材料ではないんだよね。なるほどね。うーん。ってことはなくならないのは何なのかって言ったら、うん。自分の内側にある本当に信頼っていうか、自分は絶対に守られてるし大丈夫なんだよっていう信頼すること
のみが本当の安心感なんですよ。そうか、信頼か。ここ難しいんだと思うんだよね。そうですね。ここが、欠けてるとか、ね、このちょっとコロナの始まってから、自殺しちゃう方も正直多いじゃないですか。はい。だからそこが多いです。やっぱ難しいところかもしれないですね。そうね。でもそれはね、その人のにもすでにあった要素だからね。それが本当にピークに達したっていうか、もう結構ギリギリ、何かがあったらプチって切れるような、そういう、そう動き方っていうか、そういうもう生き方をずっとしちゃってたから、今回の出来事でそうプチって切れちゃったっていうだけだと思うんですよ。なので、なんて言うんだろうな。自分も無理生きていけない、だから自分から終わらせるみたいなやり方って、今回のことが理由ではなく、ずっとそういう、何かに追われてるような、何かに追いかけられてるような、やっぱりそういう感じでずっと生きてきたから、それそのものをやっぱ変えていかないといけないんだよね。そうですね。そう。なので、もし今聞いてる方で、どうだろうな、もう絶望的でもう無理だみたいに思ってる人は、やっぱ自分の中がそんなことないよねっていうところを育てていくしかないんですよ。だから自分と自分の関係性をもう一度作り直すっていうか、だからクライアントさんの相談は結局ずっと聞いてると、やっぱり自分で自分を追い込んでるんだよね。なんか外に追い込まれてるような話をしながらも、結局最後にとどめを刺してるのが自分みたいな感じなんですね。だから本当の意味での安心感は、本当に自分との信頼関係を深めていくっていうことでしか得れないものなので、ちょっと今度そこの育て方みたいなこと、いろんなね、観点から多分お話はしてると思うんだけど、喋ったっけ？自分の信頼関係を育てるみたいな。これはこの間あれです、私がこれでトピックで話したいなって言って。そうだよね。あ、そうだそうだ。まだやってないやつですね。ここに繋がるね。じゃあ今度は自分との本当の信頼関係を手に入れて、本当の意味での安心感を手に入れるみたいなことを話しましょうか。ぜひぜひ。じゃあ今日はこれで本当の安心感を手に入れてほしいのでお話ししてみました。はい、ありがとうございます。はい。Okay, so if you like the content, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments so that we can see your questions might be the topic for the next. Thank you.